さんこんにちは。実旅のお時間です。今日はシンガポールチャンギ空港からスタート。これからクアラルンプールに向かいます。シンガポール航空で約1時間のフライト。羽田伊丹くらいのフライト時間ですね。 B737MAX に乗ります。シンガポール航空は B737 も800から MAX にどんどん入れ替えを進めていて、機内も綺麗。シートピッチはちょっと狭めだけど1時間だしね。シンガポール航空、安心感があります。フライトマップがパナソニックのアークでした。飛行時間は53分。あっという間だね。チャンギを離陸していきます。クアラルンプールでは1泊してから子どもたちがいる学校に向かう予定。2週間ぶりの再会です。さっき搭乗口そばのカフェで買ったサンドを食べます。これがうまいんだな。値段もそんなに高くなくて良心的でした。機内サービスはドリンクのみ。安定飛行の時間が短すぎるもんね。というわけでもうクアラルンプールに到着。エアライン市場の聖地でもあるからふるさと感があるね。いつ来ても空いていた試しがないジャングルボードウォーク。サテライト側に到着なのでシャトルトレインに乗って移動です。クアラルンプールは広いけど割と分かりやすい作りの空港ですよね。スタバのクマが綺麗に装飾されていました。マレーシアスタバの25周年。空港からはグラブでホテルまで向かいます。ホテルがブキビンタンエリアで電車移動がちょっと距離があるので直接車で行った方が楽。なんか楽しげなテーマパークがあります。1時間弱で宿泊する JW マリオットに到着しました。目の前の通りは大渋滞。相変わらずこの辺は車がすごいね。ケールでも有数の繁華街。人がたくさん。ペトラナスツインタワーにやってきました。妻がケール初めてなのでケールっぽいところを見てみよう。とりあえず併設のモールで買い物とご飯。ケールは何食べても美味しいから悩むね。いくつか適当に注文してシェアします。バナナの葉が雰囲気を出してくれるね。こっちはフライドオイスター。ラクサっぽい麺は結構辛そうです。食後は KLCC 公園をプラプラ。噴水ショー目当ての人がたくさんいます。建物側は人がいっぱいだけど反対側は穴場でした。すぐそばでよく見える。うわっ、噴水が体にもカメラにも直撃しました。なんで人が少ないんだろうとは思ってたんですよね。まあ綺麗だったのでいいでしょう。ホテルまで歩いて帰ります。 KLCC 公園からブキビンタンは歩くと15分くらい。夜の散歩にはちょうどいい距離ですね。治安の不安もそんなにないので気楽。というわけでホテルに帰ってきました。今日のお部屋はこんな感じ。予約でいっぱいのためマリオットプラチナパワーは通じずアップグレードはなしでした。でもウェルカムデザートはいただきました。 JW マリオットのアイコンが描かれている。部屋からはツインタワーも見えました。
プティビンタンは特にキラキラしてるね。前回 W クアラルンプールに泊まった時より周りが元気。夜10時だけどまだまだ人がたくさんいるもんね。僕らは翌朝から子供たちの学校に行くので今日は早く寝ることにします。おやすみなさい。おはようございます。クアラルンプールは朝8時。これから子供たちの学校に行ってサマースクールの修了式に出席したらそのまま帰国です。結構弾丸な予定だった。仕事の合間を縫ってやってきたので仕方ないんですけど、もうちょっと満喫したかったな。それではティロに着きます。帰りもチャンリトランジットなので、まずはシンガポールまで。ハリポタコラボのドーナツを見つけました。組み分け帽子みたいに中に4色のクリームが入ってるみたい。買ってみました。ハリポタって強いですね。寮のカラーのドーナツもありました。うちの子たちはこれが好きみたい。さてシンガポール航空にチェックイン。優先レーンが使えました。今回はグローバルラウンジというのを使えるみたい。JAL や ANA で案内されるゴールデンラウンジとはまた別のところですね。場所はサテライトの2階の飲食店があるフロア。なんかゴージャスな作り。フードも上品に並べられています。ラクサのコーナーもありました。ゴールデンラウンジよりこっちの方がいいかも。ご飯をいただいてきました。野菜を補給したい気持ちがある。ドリンクはジャスミンティーにしたんですがちょっと甘い。リデュースじゃなくて砂糖はなしでいいのよ。マレーシアっぽいものも取ってきました。さては食べとかないと。なんだかお上品なマレーシア料理。じゃあお腹も満たされたのでゲートに向かいましょうかね。シンガポールに帰る飛行機はなんと A359。短距離便だけどそれだけ需要があるんですね。もうほとんどお客さんがいないので急いで乗らないと。機内のディスプレイなんかはいつもと同じ馴染みのあるやつでした。帰りも1時間くらいでシンガポールに到着予定。あっという間のマレーシア滞在でしたね。余韻を残す暇もなく飛行機は離陸していきます。機内サービスは選択肢なく水が配られていきます。結構揺れてるから時間がないのかな。飛行機って早いですね。もうシンガポールはすぐそこまで迫っています。空港が見えてきました。もうすぐ着陸です。だいぶ揺れちゃったから泣いてる子がいてかわいそう。シンガポールに帰ってきました。帰りのトランジットはそんなに時間もないので空港の中で過ごします。それにしてもでかいターミナルだね。普通の街中のお店みたいな規模だ。ぐらぐらお店を見ながら次のフライトのターミナルに移動します。ジュエルの滝がレゴで表現されています。そしてマーライオンには足が生えてる。ゴジラみたいだ。行きでも利用したシンガポール航空のラウンジに帰ってきました。いつ来ても混んでますね。ここは
ご飯も少し取ってきました。さっきクアラルンプールで食べたばかりなんだけど、中華っぽいのが美味しそうでした。あとタイガービーグも駆け込みでシンガポールっぽさを感じに行ってます。でも今回は観光目的じゃない旅だったけど、それなりに楽しめたな。チャンギ空港、搭乗前に荷物チェックする仕組みのせいでゲートも大混雑。ラスト航路なのにまだ大勢のお客さんが並んでいます。ようやく搭乗できそう。でもすでに出国時刻の10分前。空港オペレーションもなかなかハードな仕事ですね。結局自分の席にたどり着いたのは出発予定時刻ちょうどでした。まだまだ乗れてないお客さんがたくさんいるみたい。仕組みが悪いだけで誰も悪くないのに、みんな先立てでちょっと嫌な感じ。飛行機は15分遅れでスポットを出発です。シンガポールともうそろそろお別れ。小さな国土全体が眩しく輝いていますね。もうすでに23時。あとは寝ていれば朝6時台に羽田に着く予定です。と思ったら機内食が出てきました。この時間でもしっかり出るんですね。ラウンジでご飯食べちゃったな。味付けは美味しいんだけど、いかんせんこの時間にしては量が多い。日本路線だからかお蕎麦もありました。ちなみにシンガポールは建国60周年らしく、街中にも至る所に飾りがありました。めでたい。起きたらもう外は明るくなっていました。あと30分ほどで着陸。深夜便は寝てたら着くのがいいですね。5時間くらい寝るだけならエコノミーでも全然余裕。さあ見慣れた景色に戻ってきました。これで今回の弾丸東南アジア編はおしまい。東南アジアの空気を吸うと元気がもらえるね。だいぶ駆け足の旅でしたが、ご覧いただきありがとうございました。次回はもう少しだけゆったりアメリカに行く予定。というわけで今回の動画はここまでです。それではまた次の旅でお会いしましょう。さようなら。